こんにちは、アレスチャンネルです。今回は日本100名島の旅。日本の海洋面積は世界6位で400万平方キロメートルに及びます。島は6800以上もあります。この本の中から個人的に行ってみたい島12個を選びました。早速ご紹介していきましょう。さあ、パワースポットの島見ていきましょう。5つご紹介します。第5位は北海道奥尻島、人口3000人、島の周囲は67キロ。北海道の南に位置するので比較的暖かな島です。ウニやホッケなど魚介も豊富で温泉もあります。この島のパワースポットは島の北にある西の河原です。海難犠牲者や幼くして亡くなった子供の慰霊地です。様々な地蔵や碑が立ち並び、海辺を埋め尽くす石積みが荒涼とした風景を見せています。風や波でその石積みが崩れてしまっても、翌日には元通りの石積みになっていると言われる伝説の場所です。パワースポットの島第4位は愛媛県大三島。今治市の北15キロにあり、起伏に富んだ地形を持つ愛媛県最大の島。人口6000人、島の周囲は88キロ。この島の一番の見どころは大山積神社です。戦勝祈願のために源頼朝や義経など名だたる武将たちがこの神社に武具甲冑を奉納しています。武士だけではなく政治家や起業家たちからも厚く信仰されてきた神社です。パワースポットの島第3位は鹿児島県悪石島。屋久島と奄美大島の間にある島です。人口60人、島の周囲は12キロ。悪石島は地理的な不便さもあり、観光化されていない素朴なところが最大の魅力です。特色ある温泉がいくつかあり、浜桟橋の真向かいの浜にある海中温泉は岩の間から湧き出る厚めの温泉と海水が混じった野生味あふれる露天風呂。波の音とともに浸かる温泉は格別でしょうね。また西海岸の道の突き当たりにある湯白温泉は神経痛などに効く54度の温泉で湯量が多く、常に豪快なかけ流し状態で贅沢に湯を楽しめます。悪石島には神を奉る社が至るところにあり、島の人々は神々と共に暮らしていると言っていいでしょう。最大の行事は旧盆に先祖の霊を慰めるため、仮面をかぶった恐ろしい形相の神様ポゼが現れる行事です。泥を塗ったクパの葉を身にまとい、大きな耳と長い鼻、見開いた真っ赤な目と大きな赤い口のポゼは泥をつけた棒で威嚇しながら人々に近づき、その泥を塗りつけていきます。こうして人々から魔物を追い払うと言われています。パワースポットの島第2位は広島県厳島。秋の宮島としても有名です。人口1700人、島の周囲は29キロ。島のほとんどが深い原生林に覆われています。推古天皇元年593年に創建された厳島神社は世界文化遺産に登録され、平安から江戸時代にかけての文化財や国宝が数多く収蔵されています。山の中にある弥山本堂には弘法大師が修行のため焚き始めたと言われる消えずの火が今なお燃え続けています。この火で沸かした冷水は万病に効果があると言われています。パワースポットの島第1位は山口県二生島。下関の北西7キロにあり、本州で最西端の島です。人口は100人、島の周囲は10キロ。この島では6年に1回行われる山の神の神事があります。山の神の祭祀としては大掛かりで極めて貴重なものです。島内4カ所にある山神の森からそれぞれの神のお世話をする家に
神様を迎え、人と神様が一緒に食事をした後、再び山に神様を送るというもので、3日間にかけて行われます。初日は神迎えの日といい、神様を迎える家の奥の間に祭壇が作られて、お供えがされます。その準備にかかる島民たちの快活さは、6年ぶりのめでたい日の喜びを表しています。昔ながらの形で山の神様を祀る神事を今に伝えるのは、この二追島だけです。パワースポットの島番外編が沖縄県新城島、石垣島の南西25キロにある島で、人口は12人、周囲6キロという小さな島です。この島では夏に行われる祭りがあり、この時だけ島の出身者たちが数百人も訪れて盛大なお祭りになるそうです。しかしこの祭りの時は新城島の出身者以外は参加することができません。またこの島には御嶽があると言われており、その手前には鳥居が立っています。御嶽とは琉球の神様がいる場所です。ただ鳥居から先は立ち入り禁止となっており、一般の人々は御嶽を見ることができません。とてもミステリアスな島ですね。文化伝承の島ベスト4。第4位は広島県生口島。瀬戸内海でも特に島が密集している芸備群島の島です。三原市の南約10キロにあり、しまなみ海道を通れば陸路で渡ることもできます。人口約9000人、島の周囲は33キロ。昭和から平成にかけて大々的に現代美術作品を設置して島おこしを行ったユニークな島です。当時作られた17点の野外アート作品を見て回るだけでも楽しめます。しかしこの島で最も際立つ素晴らしさは、高山寺の四季折々の美しさでしょう。桜の園となる春に始まり、さつきや富士、紅葉や雪景色など、景色の移ろいを楽しめます。高山寺の建造物の中で一番のハイライトは、日光東照宮の陽明門を原寸で再現した紅葉門です。また、国宝である高常寺三重塔も外せません。瀬戸内の風景に溶け込んだ三重塔を眺めれば心を奪われるでしょう。生口島と大三島の間にあるひょうたん島は、テレビ人形劇ひょっこりひょうたん島のモデルとなった無人島です。文化伝承の島3位は新潟県佐渡島。新潟県の西約50キロの日本海にあり、歴史的背景から知名度の高い島です。人口約6万人、島の周囲は280キロ。まず触れてみたいのは独特な郷土芸能の数々、とりわけお祭りです。荒れる海が穏やかな海に変わる4月。祭り月間が始まります。土日のみならず平日もどこかで祭りの太鼓の音が響き渡り、冬の間に閉じ込められたエネルギーが一気に爆発したような活気があふれます。島のほぼ中央にある日吉神社では春に山王祭が行われ、御泥湖の舞があります。悪魔を追い払う豊穣を祈願すると言われる鬼の舞と迫力ある太鼓の音は夜の薄明かりの中で行われ、圧巻の迫力です。また佐渡を代表する人形芝居として文野人形があります。300年以上の伝統を受け継ぐ時技があり、文野人形ならではの細かい目遣いなどに引き込まれるでしょう。常時公演が行われているわけではないので、確認をしてから行きましょう。佐渡の歴史は金山の歴史ともいえ、慶長6年、1601年に金鉱脈が発見され、その後300年にわたり国内屈指の金鉱山として歩んだ島です。総産出量は金が78トン、銀は2300トンです。文化伝承の島第2位は長崎県壱岐島。九州の北西、佐賀県予備湖から北西に約26キロの玄界灘にある島です。人口2万8000人、島の周囲は167キロ。中国の魏志倭人伝に出てくる壱岐国は
この壱岐の島ではないかと言われていますが、大陸との中継点であったことは想像がつきます。その中心となった町が島の南東部にある原の辻遺跡です。日本でも数少ない弥生時代の環濠集落の遺跡です。出土品の多くは壱岐国博物館に収蔵されており、展示物には人面石やトンボ玉など古代人が作った造形物があり、古の人の生活に思いを馳せてみるのもロマンがあります。石と岩の名所を訪ねてみるのもおすすめです。島の北東部の御嶽神社にある石燕宮、家運長久を願って奉納されたその数は数百基に及びます。猿の表情はそれぞれに違いがあって見ていて飽きません。また西海岸にある猿岩や鬼の足跡、東海岸にはお腹に穴が開いた6体のホラホゲ地蔵など、この島には岩や石にまつわる見どころや言い伝えが多いです。数多くの神社を訪ねたり、重要無形民族文化財の壱岐の神楽などを楽しむのもおすすめです。文化伝承の島第1位は長崎県久我島。長崎市の西約95キロに位置します。五島列島の一つですが、交通の便や観光名所が少なく、あまり知られていません。人口390人、島の周囲は62キロ。島の東側の海岸に2世帯が暮らす五輪地区があります。途中まで車で行って、最後の20分は細い道を歩いてたどり着くという離れ里で、小さな港の前にこじんまりとした木造の旧五輪教会が建っています。ここはもともと浜脇教会として1881年に創建され、昭和の建て替え時期に五輪の人々が譲り受けて移築したものです。五島列島で最も古い木造教会です。潮風にさらされて味わい深く枯れた木の疾患に触れることができます。またこの島には民話や伝説が多く、島の北東蕨地区の沖合にあったという高麗島伝説は、刀工たちが住んでいた島がある日突然海底に沈んでしまったという伝説です。その時生き延びた人たちが運び出したと伝えられる高麗地蔵が小さな祠に祀られて今も蕨地区の道端にあります。伝説に登場する地蔵が実在する不思議な島です。味わいの島ベスト2第2位は小豆島。人口3万人、島の周囲は125キロ。小豆島と聞いて映画の24の瞳を思い出す人は昭和の生まれでしょう。瀬戸内海にあって昔ながらの風情を残し、どこか懐かしい昔にタイムトリップできるような島です。まず足を運んでみたいのは醤油蔵の立つ町能馬です。なるべく朝早く出かけてみると、醤油の蔵からもろみのとても良い何とも言えない香りが辺りに溢れ出しています。そしてこの島の名物は何といってもオリーブです。島の南側に広がるオリーブ園は温暖な瀬戸内海の気候でよく育ち、現在では植樹から100年以上の年月が経っており、日本一の生産量を誇っています。サラダや前菜としてオリーブ漬けがポピュラーないただき方ですが、この島では唯一の酒蔵がオリーブの酵母を作った日本酒も作っています。日本酒の名前は小豆島にオリーブの花が咲く頃という名前です。とっても美味しいお酒です。ぜひこの島へ訪れたら作りたてを飲んでみたいものです。小豆島の聖地と言ってもいい場所があります。それは岬の文教場です。24の瞳の小説の舞台となった小学校は明治35年、1902年開校当初のままの姿で現存していて、何とも言えない風情が漂っています。校舎の中に入って昔懐かしい木の廊下で背をかがめながら歩いてみれば、小学校の時の思い出も蘇ってくるでしょう。24の瞳映画村には本物と同じ校舎があるほか、24の瞳を上映する松竹座も併設されており、映画鑑賞も楽しめます。特に昭和の日本人が忘れかけてしまった良き時代の面影が
今も残されているのが小豆島です。味わいの島第1位は沖縄県石垣島。沖縄本島の南西約400キロ、肉牛の島として知られています。人口4万8000人、島の周囲は162キロ。肉牛の島としての知名度を大きく上げたのは平成12年、沖縄で開催されたサミットの時です。晩餐会で世界の首脳に提供された石垣牛は大好評となり、ブランド牛として登録されました。八重山で生まれた純粋の黒毛和牛で、八重山の島で20ヶ月以上育てられていることが条件です。ステーキはもちろん、握り寿司のネタになるほど上質で評判がいいです。もちろん、近海物のキハダマグロも取れます。海に上がるとすぐに解体され、鮮度の良いものが当日のうちに市内の飲食店に出回るので、郷土料理店に行けば間違いなく味わえるでしょう。また冬の時期にはイノシシ肉の料理を食べられることもあります。夏は石垣パインも味わえます。それぞれの季節に何回も訪れてみたい島です。これで本の紹介を終わります。この本にはまだまだたくさんの島が紹介されています。ご関心持たれた方はぜひ手に取ってご覧になってみてはいかがでしょうか。ではまた次の本でお会いしましょう。